こんにちは、アレスチャンネルです。今回は言葉の贈り物。著者は若松英介さん。若松さんの言葉はとっても美しいですね。早速見ていきましょう。根を探す。慢性的な疲労に苦しむとき、服用すると良い薬草がある。科学的な薬品ではない。伝統的に用いられてきた薬用植物である。薬草は現代の医薬品とは異なる働き方をする。医薬品の場合、どう働くかは物質が決める。だから効き方も鋭いが、副作用もある。しかし薬草はどう働くかを体と対話しながら探っていく。薬草は私たちの内にあって小さくなっている命の火に息を吹き込むように作用する。体に眠っている力を呼び覚ますのである。植物には部位がある。葉ばかりでなく、茎、花、果実を使うこともある。同じ植物でも葉と果実では全く作用が違う。そして忘れてならないのは根だ。疲労に効果のある植物は根の部分を使うことが少なくない。根を取り出すために私たちは大地を掘らなくてはならない。探している植物は土の中に隠れている。土に触れることなく根を手にすることはできない。花や果実は近くを通り過ぎる者たちに喜びを与えることも珍しくないが、根の存在はほとんどの人に忘れられている。その姿も地味で華麗でもない。昆虫たちも花の蜜を求めて集まってくる。果実をついばむ鳥たちによって、その植物の種子は遠くの場所に運ばれる。だが、根にはそうした出来事も起こらない。土の中から地上部分を支えている。考えてみれば当たり前なのだが、根に触れることは大地と深く交わったものにだけ許されている。大地に近づいて手を動かしてみなければ根を感じることはできない。人は根が必要な時に花を集めることがある。果実を手にしようと躍起になっていることもある。むしろそんな生き方をして疲れていくこともしばしばあるように感じられる。さらに花々を手にしている人を羨み、自分の手に果実がない現実に落胆し、失望したりする。根に触れたければ遠くへ探しに行ってはならない。その力を掘ることの方に向けなくてはならない。私たちを深く癒してくれる植物は人生の森、それも地中に隠れている。あまりに目立たないから私たちがそれを見過ごしているだけなのである。花や果実を手にしたまま大地を掘ることはできない。それをひとたび横に置いて土を掘らなければ根に近づくことはできない。花や果実は時に手の届かない場所にある。だが根はいつも私たちの足元にある。何かを探そうとするとき、私たちはほとんど無意識に足を踏み出そうとする。しかしそれは見つけるべきものから遠ざかることかもしれないのである。人生は旅であるという人がいる。確かにそうかもしれない。だが、ここでの旅が未知なるものとの出会いという出来事を意味するのであれば、私たちは必ずしも遠くへ出かけていく必要はない。旅するべき場所は私たちの心の中にも広がっている。私たちは自分の心に何が秘められているのかを知らないのではないだろうか。その未知なるものの典型は内なる言葉、命の言葉なのである。未知なる父、
父の葬儀の時、私は父を知らない。そう感じた。会場の席を彼が勤めていた会社の人々が埋めているのを見てそう思った。父は仕事の人だった。家庭を顧みないという人ではなかったが、仕事に捧げた時間と情熱は決して小さくはなかった。だが考えてみれば、私は父が仕事をしている姿を知らない。私の知っている父は、仕事での疲れを癒そうとしている者の姿をしていた。かつて企業戦士という言葉があったが、私が見ていたのは選手の休息する様子だけだったという事実を今更のように認識したのである。容易に癒しがたい日常を彼が黙って生きていたのは、私を含めた家族の生活を守るためだった。家族がいるから働けるという側面もあるだろうが、家族のために彼が文字通り身を削っていたことを葬儀の時まで十分には感じられていなかった。生前、私は父と必ずしも良好な関係ではなかった。ことに晩年はそうだった。いがみ合いこそしなかったが、父を疎ましいと感じることは少なくなかった。父を十分に受け入れることができなかったのである。不必要なほど会社の状況をいちいち聞いてくる。買いたいものがあるが入手して送ってくれないかと事務所に連絡してくる。文章を書き始めると進み具合はどうかとしばしば尋ねてくる。思ったように筆が進まないときに、次は何のテーマでいつ出るのかと聞かれるだけで、追われるような気持ちに拍車がかかって苛立ちが募った。こうしたことが重なっていくと、一つ一つの出来事は大したことがないのに、ある時突然、耐え難いと感じるようになる。ひとたび父の希望に応えると、一層願いは強くなる。頼られるのは負担だ。甘えるのもほどほどにしてほしい。そう心では思っていた。しかし今は、そう感じた理由が別なところにあるのがはっきりわかる。父の申し出が煩わしいよりもまず、彼の要望に応える自信がなかったに過ぎない。彼は私に頼っていたのではない。むしろ自らの経験を踏まえ、私の役に立とうとしていたのだった。会社の業績を聞くのも、結果が悪くても、過度に心配してはならないと伝えたかったのだろうし、書かれたものを誰も読んでくれないと感じることがあっても、確かに自分だけは読んでいる。千の目を持って読んでいる。だから思うように書けばよい。そう励ましたかったのだと、今は思う。確かに書き手は一人の読者がいれば書き続けることができる。私はそのかけがえのない読者の存在に気がつかなかった。亡くなった今日なら手に取るように感じられる彼の思いを当時はまるでわからなかった。仕事には自分で努力できる場面もあるが、それが及ばず静観しなくてはならない局面もある。雪山で吹雪に遭う。近くの洞窟で雪が降り止むのを待つのは、最も積極的な、また必須の選択になる。仕事でも同質の出来事はある。いたずらに動けば大きな損失、あるいは取り返しのつかない出来事につながることだってある。私は父がそうやって積極的な生を静かに選び取り、毎日を過ごしてきたのを知っていた。しかしその意味を彼の生前にはちゃんと認識できていなかった。父は劇作家を目指していた時期がある。文章を書くのも嫌いではなかった。晩年は
目が悪いのにもかかわらず、仕事の鉄則のような言葉を私に書き送ってきていた。父は頼まれて様々なところで講演をしていた。ある時期はそれで生計を立てられるほどの頻度だったと本人から聞いたことがある。川端康成が自身の境外に触れ、何かが世に行われるには3世代の蓄積が必要になると述べていたが、本当なのかもしれない。母方の祖父は工業の会社を経営していたが、もともとは文学部を卒業した人で、読書を愛した人だった。晩年はシルクロードの研究に多くの時間を費やしていた。いつかその成果を活字にすることが密かな夢だったのではないかと思う。この祖父が義理の息子である私の父を愛した。父は7歳の時、実の父を失っているから、彼もこの祖父から得たものが小さくなかったのだろう。今、こうして文章を書きつつ、私が仲間と会社を営み続けているのも、祖父や父からの影響が強く作用しているに違いない。近しい先人である彼らを胸に感じると、宮沢賢治の言葉が浮かび上がってくる。生前、賢治は詩集を一冊しか出していない。彼はそれを詩集と呼ぶのを嫌い、新章スケッチと呼んだ。本の題名は、春と修羅という。その序は次の一節から始まる。私という現象は、仮定された有機交流伝統の一つの青い証明です。風景やみんなと一緒にせわしくせわしく明滅しながら、いかにも確かに灯り続ける因果交流伝統の一つの青い証明です。私とは誰か、私はどこにいるのか、そう考えていく。すると、私という伝統が灯り続けているのは、様々なところから流れ込む電流によってであることに気がつく。その電流は生きている者たちからやってくるとは限らない。むしろ死者たちから豊かに注がれる。そう賢治は言うのである。痛みの意味。言葉は勉強すればいくらでも覚えることができる。だが、それを生きようと思うなら、いくら頭だけを使っても難しい。人生がそっと言葉を差し出すまで待たなくてはならない。むしろ生きるとは、時を費やして人生が導いてくれる言葉の意味を深く感じてみることではないだろうか。20世紀を代表する哲学者の一人、アンリ・ベルクソンが待つことの意味に触れ、次のように語っている。コップ一杯の砂糖水を作ろうと思う。そうしたとき人は砂糖が水に溶けるのを待たなくてはならない。あまりに当たり前なことだが、こうした現象を言葉にするには、幾多の試みと長い示唆が求められる。また、真の哲学的発見はいつも素朴な、しかし強靭な言葉で語られる。ということも、この一節ははっきりと教えてくれる。別な言い方をすれば、難解な表現にとどまっているものは偽りであるとは言わないまでも、未熟な示唆の表現なのかもしれない。哲学とは、世界がどうあるのかを考え、それを個々の人生と重ね合わせようとする試みだから、哲学的な問題を探求するとき、私たちも自らの実感を素朴な表現で語って構わない。むしろその方が良い。だから、先に見たベルクソンのような一節を自分のノートに書くことができたなら、私たちもまた豊かな発見をしたことになる。
人生はいくつかの言葉によって問いかけてくる。私の場合、失うもそうした言葉の一つだった。振り返ってみると、人生の転機と呼ぶべき出来事は何かを失った時に起こったようにも感じられる。人は失うことを恐れる。お金や物、地位や仕事など、それらのすべてではなく、たとえ一部であったとしても、消失することに恐れを抱きつつ生活している。得てして、恐怖ばかりに身を寄せていると人は、目の前にある事象の奥に潜むものが見えなくなる。だが私の場合、失うことによって、自らに与えられているものを一層はっきりと認識することができたように思う。失う経験は、ある痛みを伴う。肉体においてもそうであるように、痛みは、そこに治癒されなくてはならない何かがあることを教えてくれる。痛みは少ない方が良いと私は思う。だが、痛みを感じることがなければ、私たちは傷を手当てしようとはしない。目の前にいる大切な人が、どれほどかけがえのない存在なのかを認識できないこともある。生涯に何度か経験しなくてはならない生の痛みは、私たちにとって恐怖の対象であるよりも、人生の導き手なのかもしれない。痛むとき、私たちはこれまでにないほど真剣に何者かに向かって祈り始める。そうしたとき、いかに生きるかではなく、いかに生かされているかを考え始めるのではないだろうか。姿なき友。誰かと比べたことはないが、知り合いは少ない方ではないように思う。だが、友人は少ない。いつからか友人は少なくてよい。そう感じるようになった。少ないとは、数えても片手で十分に間に合うといった風だが、年を重ねてみると、むしろ多くの友人を持つなど不可能なことではないだろうかとも思う。友とは何かをめぐっては様々な意見がある。ある人は吉田健康のつれづれ草にある次の一節を学校で習ったのを思い出すかもしれない。友とするに悪き者7つあり、一つには高くやんごとなき人、二つには若き人、三つには病なく身強き人、四つには酒を好む人、五つにはたけくいさめるつわもの、六つには空ごとする人、七つには欲深き人。世の中には友にしてはならない七種の人間がいる。社会的な身分の高い人、若者、病気を知らない頑強な人、大酒飲み、争い好きな人、嘘つき、強欲の人。今の社会に当てはめるとこうなるだろう。人との付き合いを好まない健康らしい言葉だが、真理の一面を言い当てている。若い人同士はなかなか友にはなれないと健康は考えている。出会った時は若くても真に友と呼べるようになるには、互いにいかばかりか生きてみなくてはならないというのだろうか。また、友にすべきではないと彼が考えていたのは、自他の区別がつかない人であると言い換えられるように思う。他人が自分とは異なる世界観を持って生きていることを尊重できない人とも言えるかもしれない。世界に目を向けると、ローマ時代の鉄人政治家キケローの友情について、この本で彼は友情の美徳をめぐってこう記している。
友情は数限りない大きな美点を持っているが、疑いもなく最大の美点は、良き希望で未来を照らし、魂が力を失い、くじけることのないようにする、ということだ。それは、真の友人を見つめる者は、いわば自分の似姿を見つめることになるからだ。それゆえ、友人は、その場にいなくても現れて、貧しくても富める者に、弱くとも強き者になるし、これはさらに曰く言い難いことだが、死んでも生きているのだ。友がいることで、物質的に貧しくても、魂は豊かさを感じ、心が疲れ弱くなっても、友を思えば、眠っていた力が目覚めてくる。さらに、友となった者は、離れたところにいても、その存在感は一向に減ることがない。そればかりか、この世での肉体が滅んでも、その存在は滅することがないとさえ言う。友とは、死してもその存在の力を失わないものであると、キケロウは感じている。東洋の古典論語には、こう記されている。友あり、遠方より来たる。また、楽しからずや。ここで言う遠方とは、物理的に離れている場所という意味だけではないだろう。学校ではそう習ったが、講師はもう少し広い世界観を持っていた。キケロウの言葉と響き合わせると、講師が語った遠方は、彼方の世界である死者の国が含まれているように感じられる。信と知。人は誰もが何かを信じようとしている。自分を、他人を、会社、国家を、そしてある人は神を信じようとするのかもしれない。しかし、信じるという営みにはいつも危険が伴っているのもどこかで感じ取っている。何かを過度に信じようとするとき、人は我を、また他人とのつながりを見失う。盲信、狂信という言葉もあるように、信じることには人間の目を曇らせ、人生を狂わせるような働きがあることは歴史が証明している。目に見える証を求めているうちはまだ良い。求めていられなかった確約めいたものを自らの手で作り出そうとするとき、人はしばしば大きな過ちを犯す。そうすると、信じるというような非合理な道を行かずに、合理的に考え、必要なものをすべて知ればよいのではないか、という思いが湧いてくる。だが少し考えてみれば、そんなことが不可能であるのはすぐにわかる。世界の秘密は人知をはるかに超えている。しかし現代人はほとんど無意識的に知る道を進みつつある。能力的に限界もあって何もかもを知ることはできない。そうすると知り得ない事象が目の前にあっても自分とは関係のないものとして目を閉ざすようになる。また私たちは知っていると感じているものを信じることはできない。何かを信じたいなら私たちはそれを知り尽くそうとすることを諦めなくてはならないのかもしれない。愛する人との間で築き上げなくてはならないのは互いをよく知ることだけではなく深く信じ合う関係ではないだろうか。だから相手のことを過度に知ろうとするとき、信頼が崩れていく。あるいは知ろうという態度を抜き出して接していると、関係はどんどん薄れていく。愛する者と直接的につながろうとしても、それは長く続かないのかもしれない。関係には何か媒介となるものが必要なようにも思われる。
知らないから不安なのだ。相手をもう少しだけ知り得れば安心して信じることができるというかもしれない。だが信じるとはもともと揺れ動かない状態のことではなく、大きく揺れながら何かとつながっている状態を指すのではないだろうか。人はいずれこの世を後にしなくてはならない。しかし、二人が作り上げてきた歴史は消えることがない。互いが一瞬一瞬新たにされる歴史に深く交わるとき、人間の関係は予想を大きく超えた強いものとなる。大切な人のことを、自分自身を、あるいは自分の人生の意味を信じたいと願うなら、それを知り得るものであると思ってはならない。信じるとは、知り得ないものとの間にだけ起こる出来事だからだ。自分を知る。もしそれが実現可能であれば、私たちは他人の存在をこれほどまでに強く求めることはないだろう。おそらく私たちは、自らの人生で見出さなくてはならない生きることの意味を我が身に宿して生まれてくる。だが、それを一人で探り当てることはできない。ある時、他人がふと口にした一言が、心の闇を一瞬にして照らし出し、そこに探していたものを見出すことがある。20世紀、フランスの哲学者ガブリエル・マルソルの言葉に、こんな一節がある。私は、私の信じているものを知らない。私がこの一節を読んだのは10代の終わり頃だったが、この言葉が胸に迫ってくるようになったのは、厄年を超えて人生の洗礼を受けてからだった。ある時期までは人生の問題とは何かを知りたいと願っていた。だが今は本当に大切な何かを信じ続けたいと思う。それが何であるかを私は知らない。知ることが何かを手のひらで感じるような営みであるとすれば、信じることはそれを胸にいただいて生きることであるのはわかる。手にしているものを人は落とすことがある。しかし胸にあるものはたとえ転んだとしても私たちのもとを離れることはない。